こから先は流されてるってどういうこと？あ、やっぱ津波で流されてるね。はい。あれ残ってんの結構でかいなと思った。それで最初はちょっと俺承知してなかったからちょっと浜君って思ったんだけどいや、ちょっと平寿司は食らったっすね。あ、本当遠い。俺全然わかんないんだけど、すっげえ安かったけどね。結構行ってないなあ。でも仙台初だから本当にあれですもんね。まあ、僕はね、泉さんとかに何回か来てるこういうの。もう生涯初ですか？あ、俺ね、マジ生涯初かもしれない。家に。あ、もう超貴重じゃないですか。そうなんですよ。まだ津波は来なかったエリアですかね。でも本当目と鼻の先といえば目と鼻の先ですもん。この市内は市内なんですか？はい、全然しないです。この辺とかも結構、こっちはちょっとまだ。一応ここが、これ以上向こうに行くと、まだ結構あるんですけど、流されてしまっててコンビニがなくて、ちょっとここで、まあちょっとね距離感が分かんないと思うんで、ちょっとあれなんですけど、一応ここで高山君とは高山君って子なんですけど待ち合わせしてたんで。ここから先は流されてるってどういうこと？あ、やっぱ津波で流されてるね。はい。またできてないんだ。作っても意味ないってこと？結構ねいろいろあるんですけど、まあ要は行政がもうそこは危ないから作っちゃダメっていうのもあるし、そんな状況が。白いカーテン、雪のカーテン、皆騒ぎ出す冬の祭典、ただひた走るこの道の奥に何があるか共に探そう。何個かあるからさ。ああ、ごめん。あ、なんか買います？あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？あれ、今年ちなみにアッピーももちろん来ます。お、多分高山君と一緒にブース出してると思うんで。
これ東武道路ってちょっと見えないけど、この上の今上車走ってるじゃないですか、こうやって、東武道路が津波を食い止めたとも言われてて。そうなんだ。ちょうど本当にもうこの道路から海が一番真正面の奥にあるんですよ、ずーっと行ったら。なるほど。でここのおかげでダーンって来た津波がここでバッサーンっつって要は止まったんですよね。なるほど。一応ここから被災地ですね。そう僕の家もこっちのまだ奥にあるんですけど。沿岸部。そうなんだ。沿岸部ですね。なんかややこしいのが、言葉の矢でなんか被災地っていうと要は本当は全てを表すんですけど、なんか要は被害が大きいところ小さいところやっぱあって、内陸部とか沿岸部とかってよく言われてるんですよ。でこっちはもう沿岸部に入る。高山君とかさ、結構冷静にさ、この辺僕住んでたとこなんですよとかさ言うじゃん。あれとかも結構すごいなと思って、なんかこうそれをなんか僕じゃなくて他の人にもこう案内をしてた状況とかもあったりとかさ、すげえなって思う。なんか来れなくなっちゃう人とかさ、なんか子供がねそこに行くとどうのこうのとかってあるけど、いや俺それが普通だと思うんだなって思った。なんかあの時はふんふんって感じだったけど、改めて V 見直して俺すげえなと思って。どの辺が分かりやすいかな。でもこのまままっすぐ。高山君がなんかいつも高山君結構いろんなアーティストの方とかも案内をしてて。そうなんですね。僕の実家ここら辺です。そうなんだ。それを一応ここがなんかグレーゾーンっていうか、亡くなった人もいるんですけど、家も一応その形は残った家が多くて、ただ中はほとんど全部の家がやられて改装して住んでるっていう形ですね。ここら辺の家もそうなんですけど、大概中はもうやられて、この辺はもう2階は助かったっていうパターンが強いってこと？そうです。1階にいたら完全にそれがよくね。で意外とここら辺もなんかその高低差もあって、2階の本当2階までも結構来てる家とかもあったりとかしたりとか、ですね。もうちょっと行くと本当にもう町が全部ない荒浜っていうところになるんですけど、この辺地名としてはまだ荒浜ではないの？住所高山くんち荒浜はつかないんですよ。でも市街地の人からすれば荒浜っていうくくりになるんですけど、厳密に言うと住所何ですか？笹屋敷です。笹屋敷芝。隣の荒浜の隣っていう感じなんですかね。小学校から遊んでるのはもうここが地元なので。荒浜小だった？いや、僕は七門なんです。道路一つで。ただ友達はこっちの方がやっぱり多くて。セブンイレブンついてるかな。でも11時ぐらいじゃなかったっけ？ぐらいですね。多分今ちょっと伸び、でもやっぱやってないですね。9時。じゃあそこに見えるのが仮設のセブンイレブンで24時間営業じゃないんですよ。5時9時ですかね。今もまだたまに11時ぐらいまで空いてる時も夏はなんか結構空いたりはしてた。そうでも俺が結構さ勉強不足っていうか無知だからさ、なんかこの辺はなんもないっすねみたいなことがさらっと言っちゃってさ、いやもともとはそうだったんですよみたいな、みたいな、なんかそういうことみたいな、意外となんかそこで素が出ちゃうみたいなさ。こうやってその前後でなんか全然違う
なんか今こう見るとやっぱ、だいぶ綺麗に整ってるね。そんなことないんだ。暗いからそうなってる。家が全部あったんですけど、あ、そういうことなんだ。ないっていう。一応あ、そういうことなんだ。浜さんちょっとセブンイレブンに止めてもらってもいいですか。あ、多分分かりやすいのがここら辺の近くだ。そういうことなの？ここの目の前が全部土地っていうか家の基礎で、マジで？はい、あ、そういうことなの？全て家屋です。まあ適当に止めていただいて、ちょっと降りていただくと多分絶対。ここがもう全部あっちまでずっとその家が建ってた。これちょっと変わったわね。いや、ままで。夜見るとちょっと違うな。ちょっとね、夜なんで分かりづらいところはあるんですけど。で、大体世帯数で800世帯ぐらいがあって、亡くなった人が186人ぐらいで、行方不明者もまだいる状態なんですけど、はい、で同級生の親とか、まあ、同級生の子供も亡くしてたりとかしてて、それでいろいろもろもろ片付いてきてる。でも本当に片付いたところはもうこの基礎さえも壊されて、もう更地のところもいっぱいありますね。でこう基礎もなくて本当の更地のところは本当に分かんないですよ。もう見たらただ何もない土地なんで。一応ここで助かった人たちはみんなあそこの小学校に逃げて、子供たちもそうだったんですけど、小学生は1人亡くなっていて、ただもともとそんな児童数が多い学校ではなかったんですけど、一応子供は1人で、まあ、子供たちがその人が流されていくとことかも、まあ、自分の家が流されていくとかも全部見て、結構その半数近くが PTSD を患って今ももちろんそれはまだ解決していなくて、荒浜小学校のまだ子供たちでもまだこっちに足運べない子は結構多いです。はい。ちょっともうちょっと移動しようか。じゃあ寒い。明日雪降るみたいですよ。マジで寒いね。海の方面にじゃあ左の方結構もう堀なんで落ちるとはいこれが要はやっぱ全部全部、まあ家は建っていた後で、僕の同級生の家がいたりとか、これが荒浜小学校です。あれが結構衝撃だったね。津波来てた映像は、まあ、まさにこの間行ったところですね。そうだよね。で学校の校舎のあれとかは結構すごい覚えてる。でもその後の被害というか、その後のそれがその後のああいう状況になってるっていうところまでの想像はその時はつかなかった。ブワーっていうのは見たけど、うわーっていうぐらいで、
あ、まあ僕の想像力はね。子供たちは市街地の方の学校を、まあ、小学校間借りして今も生活していて、はい、だから当時3年生の子たちが今6年生ぐらいですかね。ここの大体2階ぐらいの高さまでは波が来ていて、はい。こっちでも電柱立ってるけど街灯は立ててないんだね。立ててないです。多分電気はまあ引くんですけど。ちなみになんですけど、これ定点写真なんですが、まあここで、まあ大体ここだよね。はい。そう、もうこんな。ここがあそこから奥ってもう海なんですよ。で、要は仙台市の一番近い海水浴場だったので、みんながバスとか車で来て、ここに降りてみんなは海に入っていったので、すごい思い出深い。まあそうですね、ここの家とかもまあこれ以上引いて撮ってないんでこれあれなんですけど、まあ一番大きいのはちょっと分かりづらいんですけど、ここの松林がほとんど全部ないっていう、っていうことはあります。本当に3月10日の景色はこういう景色だったので。これもでもこういう話も、重ねるとまた変化があるんですよ。これを例えばなんか3回ぐらい取りためて編集すると、またその話してなんとなくこうなんか意識とかの変化があったりとかするんで、それはそれで面白いですよ。だからそれもまあ一個よく確かに。全部なんか